はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、北方海域警備を実施せよ。こちらの、任務の方を攻略していこうと思います。それではまず、最初にね、今日の作戦の内容の方から、説明していきたいと思います。北方海域警備を実施せよ。こちらですね。北方海域警備任務。北方海域の警備を実施する軽巡1隻以上を含む艦隊で、北方海域、毛嶺海、ヒスト沖、アルフォンシーノ方面の艦隊を展開。北方海域方面の警備と制海権確保に努めようとなっております。編成の方は、軽巡1が自由枠が5として3-1、3-2、3-3、各母戦を A 勝利以上で達成となっております。今日は、この3海域をね攻略していきますけども、その前にね、昨日戦果報酬があったようなので、そちらの方をちょっと先に見ていこうかなと思います。空母9さん、こんばんはです。今日もねよろしくお願いします。これは昨日の、運営さんの方からね案内がありました。令和3年6月作戦の、ランカー報酬ですね。これは1位から5位の方が、もらった装備になります。姿勢対戦清掃、姿勢15センチ9連装対戦分身砲の星3つ、そしてこれから下3つがね今回新しく実装になったもので、海外戦闘偵察機フルマーでよかったかな。戦闘偵察機というのも何か初めて聞くような文言ですね。これの熟練タイプの星6タイプが今回実装されたということですね。そして、これも海外艦上雷撃機の、バラクーダマーク2の星6、これとまた同じく海外対戦哨戒機、バラクーダマーク3星6、これだけだとねちょっとよくわからないと思うので、一応ねウィキの方に載っているところがあったので、そこを見てみたいと思います。最初の、戦闘偵察機の、ファルマーですね。説明の方はこのようになっております。偵察も攻撃も可能な多用途運用を目指した紅茶の国で開発された複座艦上戦闘機です。空戦性能や速度に劣り、日本機動部隊の冷戦隊にも圧倒されましたが、ナビゲーターが同乗する複座機でありながら、洋上、強行偵察や敵艦への接触などにも優れた運用も可能でした。
本機は熟練搭載員ペアによる艦上戦闘偵察機です。紅茶の国の航空母艦でその能力を発揮しますということになっています。性能面だけ見ますと、火力、対戦命中、対空索敵回避、スペック的にはかなり厳しいなというところですね。行動半径に関しては、あまり関係ないのかなとは思いますけども、特性としては、基地航空隊に配備することも可能になっています。索敵値がちょっと低いのと、行動半径が低いのであまりね遠くのところには飛ばせないんですが、防空時の補正が 1.2 倍入るということ、また他の3スロットの制空値合計が111ならば補正が 1.3 倍となる、索敵値9以上の彩雲を配備した方が効果が高いと、こう書かれてしまうとねちょっと出番がないなというところはありますね。ここは使い方なんでしょうけども、ただね命中が3ということがあるので、この数字はやっぱり高いですね。接触補正 20% というのも高い数字を誇っていますので、爆戦連合で威力を発揮するのかなというふうに思います。コメントでは、アークロイヤルに載せると、火力、対空、回避ね、索敵などにもボーナスが入るようなので、これだけ、数字的にもね、ボーナスが入るのであれば、今の性能でも戦っていけるかもしれないというところですね。そして次に紹介するのが、バラクーダマーク2。こちらは艦上攻撃機となっています。メカジキの名を持つ紅茶の国の往年の名機。副用の艦上雷撃機、ソードフィッシュ。成功とは言えないその後継機。これはアルバコアでいいのかなのさらなる後継機として開発、実戦配備された新型雷撃機、それがウニカマスの名を持つ本機です。空母 HSMS、 これ多分ビクトリアスって読むと思うんですけどに配備され運用されました。欧州作戦が完了後、太平洋戦線にも展開しますということで、攻撃機ですからね、雷撃値が一番高くて、対戦もそれなりに高いですね。この数字があります。索敵命中とか、行動半径はやっぱり4とちょっとね、短いようですね。こちらもアークロイヤルに搭載することによって火力とね、雷装値の方が向上するようなので、ここまで雷装値が上がれば10くらいにはなるようですから、戦えなくもないと。そして最後に、こちらの紹介ですね。バラクーダマーク3。こちらも名目上は艦上攻撃機ということになってはいますけども、メカジキの名を持つ紅茶の国の名機ソードフィッシュ、その後継アルバコアのさらなる後継機として開発されたオニカマスの名を持つ新型雷撃機を改良した対戦哨戒機バージョン。対戦哨戒機なんですね、こちらはね。本機は U ボートを制圧するため対戦兵装を装備。戦後には ASW レーダーを搭載。
対戦哨戒機として近代化されています。装備改修により英国艦艇での運用性がより向上します。装備の改修というのがね、説明にも入ってきているところを見ると、何かこうまた化けそうな感じの予感がする装備になりそうですね。結構垂直尾翼も随分上の方にね尾翼があったりして面白い構造をしています。またね、メカジキらしきものが妖精さんの上に乗っていたりもして非常に意味深ですね。性能面ではライス落ちがねちょっと低くなって対戦値が9っていうことなんで、これは大変高い数字。同じだけ持ってるのはあまりないんじゃないかなと思いますね。招き猫さん、こんばんはです。にっこり今日もねよろしくお願いします。こちらも同じくねアークロイヤルに装備することによって火力や雷装、また対戦値がね向上するようなので、いよいよイベントもあと、1ヶ月切ったかなという感じなものですから、欧州方面に行くということは当然ねアークロイヤル、また新しい欧州方面のカンムスがね仲間になるということで非常に楽しみではあります。これらの装備も先行配布ということなので近日ね実装されると思いますので、皆さんも楽しみに待っていましょう。それでは今日の出撃メンバーの紹介をしていきたいと思います。今日の出撃メンバーなんですが、チャットのところに固定してあります URL ですね。そちらの方もご覧いただければ、一覧で見ることができますので、最初にね、紹介をしていきます。では、細かいところはこれからですね。今回の機関軽巡洋艦はパースでいきます。装備は主砲と、偵察機ということで、パースの特徴としてはこちらの現在装備している、5インチ連装砲の集中配備ですね。ちょっと対空値がね、ちょっとじゃないね、かなり高い装備値が高いんですけど、その代わり通常のカンムスが装備すると性能がダウンしてしまうというねことがあるんですけど、この子だけは装備してもこの子だけというか、海外艦が装備するとね真の威力を発揮しますので、こういう時にはぜひね装備してさせてあげたいといったところですね。そして航空母艦はイントレビットです。先日イベントではないな、任務で配布されました、TBF の星4、こちらまだね熟練度もついてないんですけど、こちらをちょっと運用していこうというのと、あとは、こちらもね先日の任務報酬でいただきましたファイヤーボールですね。これも補正が入りますので、今後のために熟練度付けも兼ねてね運用していきます。そして、ガンビアベイマーク2になって、搭載枠も増えました。今回は、夜間戦闘バージョンとして、
夜行2スロットと、夜戦1スロット、そして夜間作戦航空員プラス熟練交番員をね搭載をしていきます。はい。そしてヒューストン、対艦火力をね、重視しての装備ですね。こちらの8インチ3連装砲マーク9モッド2、通常の火力12によりさらにプラス2をされるこの火力を持って海戦をね有利に運んでもらいます。そして、ジョンストンと、サムエル・ B ・ロバーツね、先日も出撃をしたこの両名、今回も、連投ということになります。お気づきの方もねいると思うんですけど、今回全員、海外艦にまとめてきています。それとあと、この水着バージョンをね、選んで今回出撃するんですけど、なかなかね、航空母艦の子で水着になってる子がいなくてちょっと困りましたね。劉邦とかはね、大義の時から水着モードがあったんですけど、他の子にちょっと水着がないので、空母の子にもね水着もっとあったらいいなというふうに思うんですけどもね。それと、今日の背景の方をねちょっと変えてみました。だいぶね前にもらった掛け軸20万の感謝だクマ誰が書いたかはね一目瞭然だということなので、これを飾ってみたのと、あとこちらの、お風呂ですね。このお風呂何気にギミックがありまして、この高標的らしきをねクリックしますと中からね妖精さんが出てきて、高標的らしきものが沈んでいくと。でもご安心ください、きちんと浮上してきます。何事もなかったようにね戻ってきてくれます。なんていうねギミックも楽しみながら今日もカンコレ元気に配信していきますよ。では最初に任務のチェックをねしていきましょう。大丈夫ですね。ちゃんと任務の方にはチェックが入っているので、問題なしと。あとそうですね、今日は、雑談と枠として冷戦52型のことについてねちょっと解説していこうかなと思いますのでよろしくお願いします。それでは、最初の出撃海域に行ってみましょう。最初は猛霊海ですね。 ABDA 艦隊ケージュンパースバツ病、みんなついてらっしゃい。今度は負けないわ。エネミーインサイト始めましょうか。そう見つけたのね。
はい、それではね、少しだけ、紹介を入れていきますけども、主力戦闘機であり続けた冷戦の、戦い、昭和15年の、正式採用から、活躍をね重ねてきたわけなんですけども、なかなかねその後に続く後継機が開発が難航していました。三菱で作っていた後の烈風、そして川にして作られていた、後の市電ですね。この両方がね、設計も難航していたということで、もう冷戦で、行くしかないというね、状況が続いていきます。そんな中で、速度をね、向上させるべき、328型と、同様の主翼、そして翼端形状を丸い形状にして、さらに排気管の水力式を単排気管に改めるというね、本当にもう、その時できることをねまずやってみた感じで、テストした結果、最高速度がね、32型よりも約20キロ速い、時速565キロですね。こちらを昭和18年8月まで、22型ね、先日のラバール航空隊が使っていた冷戦、こちらの生産を打ち切って冷戦艦上戦闘機52型、これが正式採用されていきます。そして、量産が開始されます。ほんのね2ヶ月経った10月頃から、ソロモン戦線への配備が開始。しかしなかなかね速度が上がったというだけでは、強力な、新鋭機も登場していましたので、厳しいね戦いが続いていきますね。ちょっと、パースがね大破しちゃいましたね。これは帰るしかないね。やらせない。残念ですが撤退ですけどもね、これも、カンコレですね。はい。では気を取り直して2回目行ってみましょう。また出撃よ。今度こそ。だいぶやられたわ。この際しっかり修理するから。いや、ヒューストンが、私は別に。これはね、私これやっててあるあるなんですけども、出撃をね普段してない子が出撃すると、どんなにねコンディションとか上げてても大破しちゃうんですよね。なので、私が勝手に想像しているのではあるんですけども、戦闘を重ねるごとにさらにね表示されていないデータ、熟練度みたいなものがあったりするんじゃないのかなというふうに思ってたりもします。その結果として戦闘を繰り返すことによってより
命中回避がね、なんか上がっていくような、そんな感じがしてならないんですよね。あくまで個人的な感想です。はい、皆さんはどう感じるでしょうか。 ABDA 艦隊ケージュンパース抜病、みんなついてらっしゃい。今度は負けないわ。そしてね、登場した、その強敵というのは F6F ヘルキャットですね。エンジン出力も2000馬力、速度に加えて運動性能、武装、防弾ね、そういった全てにおいて優れていたわけですけども、唯一ね対抗することができたのが、低空時における運動性能、これによって、なんとかね、戦いをね挑んでいくわけですが、10月6日、この昭和18年のね10月6日に初対決。この日はマーシャル諸島方面に展開していた第252海軍航空隊冷戦隊はウェーク島空襲に来襲した48機のヘルキャットを23機で迎撃。この戦いでね6機を撃墜したんですけども、当方は、全てね撃破されてしまうというね、非常に大変な結果になってしまったわけですね。中国戦線で活躍していたねベテランもいたにもかかわらずの敗北ということがありまして、非常に、辛い、ですけども、この日を境に、終戦までね死闘を続けていくことになるわけです。そんな中でもね活躍をして、いた場面が当然あります。それをね紹介をしたいと思います。この記事はね、昭和19年1月17日のことです。この日は、在ラバウルの第204航空隊と第253航空隊に、出撃命令が下ります。52型を含めた冷戦各機は計79機が出撃。ヘルキャット、コルセア、ライトニングなど戦闘機を70機、爆撃機や雷撃機47機に対して30分間の空戦。その結果、撃墜69機と報告。そして未帰還機が0というね、米軍側でも、撃墜は報告していましたが、これは全て誤認だったそうです。実際は12機だったようなんですけども、日本側の撃墜確実とした数字と合わせても、少ないと。0対12の干渉に終わった事実は変わらず、この日の取材をしていた取材班がねいたようで、撮影された出撃や地上の様子は日本ニュース南海決戦場として公開されて、今もね見ることができるそうです。ご興味がある方は、一度見てみてもいいのかなというふうに思います。軽空母商法です。はい。この海域はねやっぱり軽空母来てくれますね。よし、今度は道中を乗り越えて、ボス戦ですね。そして次に紹介するのが、マリアナ沖海戦のこと。結果は、芳しくないと
というかね、完敗に終わってしまったわけなんですけども、そんな中でも、特に、6校2区所属の UFO に乗り組んだ、菊池上飛走、この方はね、本当にベテランのパイロットなんですけども、この時のマリアナ沖海戦では第二次攻撃隊として出撃、そして、敵機をちょっとね見つけることができなくて、そのまま帰るわけにいきませんので、グアム島に対して攻撃を仕掛けると。しかしその上空には30機のヘルキャットが待ち構えていました。こちらの、冷戦52型は20機、味方のね艦爆隊を守るために、菊池飛走長は、2機を撃墜しますけども、同機も、撃墜されて、燃料切れとも言われていますけども、勇敢にねこう戦ったということなので、いずれは、劉邦飛行隊に実装されるんじゃないかなと、個人的に思ったりもしています。はじめまして、吹雪です。よろしくお願いいたします。はい、そして最初の、海域攻略ができましたね。Thanks。また出撃よ。今度こそ。I'm sorry. I will go back. 少し服が汚れてしまったわ。待ってて。それでは次は、この艦隊のまんまね出撃をしていきます。アルフォンシーノ方面ですね。ここの海域は、空母2隻を入れていかないと、上回りにならないというねちょっと特殊な海域になっています。 ABDA 艦隊ケージュンパース抜病。その代わり艦隊速度に関しては特に縛りがないので、低速艦でもね行くことができますので、普段出撃できない航空母艦でも活躍しやすい海域じゃないかなというふうに思います。始めましょうか。そう、見つけたのね。じゃあ始めましょう。イントラビック航空隊各隊発艦始めて。巡洋艦のようにスクワドロンアタック、まるで戦艦のようにシェフ頑張ります。そしてね次に紹介するのが、幻となった、冷戦ファミリーということで、冷戦には多くの派生機がありましたけども、計画や試作だけで終わったものも多かったようです。特に、そうですね、52型兵のね、最終型に近いんですけども、その、型の水メタノール噴射装置付きの、栄31型エンジンを換装、防弾燃料タンクを装備した53型というのもね作られたようですね。提督、これは私の選考が認められてありがとうございます。光栄です。また開発は中断を挟みつつも続いていましたが、これは完成することなく終わってしまったそうです。また、爆走型となる62型ですね。これでいうところの63型だと思うんですけど、事実上は特攻機用として生産されています。独特なシルエットでしょ。でも艦載機を次々繰り出すちゃんとした空母なんや。期待してや。そして、改造機として99式2号4型 20mm 斜め銃を搭載した野戦戦闘機となる通称
冷野戦が挙げられます。その多くは52型がベースで、厚木の第302海軍航空隊などで少数実戦投入されているそうです。また、塗装に見る生産メーカーによる冷戦の違いなんかもあったりします。冷戦を開発したのは三菱、で中島でもこのライセンス生産を行います。両社の製造内部は細かいところには細部に、誤差はありましたけども、最も分かりやすいのが、機体塗装だったそうです。中島製では上面に塗られた緑色が胴体の日の丸の後方から垂直尾翼先端に向かって上向きにカーブを描き、水平尾翼下の灰色の面積も広かったようです。三菱製は尾輪まで一直線の塗り分けで、塗料の色味も両者で微妙に異なっていたようですね。まあ、そうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。また、主翼の前面と胴体後部に描かれた日の丸の白い縁は中島製が太く、三菱製は細いというね、違いなんかもあったようです。ただ、戦場では目立つことから、現地で縁を塗りつぶしていた例も多いと。やっぱりね、赤いマークに戦場ではね、目立ってしまうのは仕方ないのかなということですね。その他、見た目以外でも、製造した会社によって機体の扱いやすさ、扱いにくさというのもね、あったらしく、機体を飛行場に並べた時の写真では、三菱製と中島製はそれぞれ別々の列に並んでいるということでね、やはり、微妙にね、同じ設計図で作っても、作った工場によってね、微妙に変わるというのはよくあることなのかなというふうに思われます。そしてね、ここから先はね、なんていうか、拠点の防空、艦隊決戦、主力戦闘機として、奮戦をするわけなんですけども、ちょっとね、書かれてるところがあまりにもちょっと、負け戦というのがね、本当に分かっちゃうんで、この紹介はちょっと省こうかなと思います。私頑張っちゃったかな。ね。あなたが提督？いいけど。石型戦艦2番艦ヒューガよ。一応覚えておいて。はい、これで、第2回期目も攻略できましたね。また出撃よ。今度こそ。それでは、次の第2バカンス艦隊の出撃と。出撃します。みんな続いて行くわ。やだもう。覗くなよ。
装備の方をね、ちょっと変更しますので、少々お待ちください。装備の変更。一応、艦隊の編成は、パース、ジョンストン、サム、レーベ、マックス、そして、竹となっております。ここはね、唯一日本艦として、出撃になります。まさかのね、水着実装で、ちょっと画面ではお見せできないんで、ちょっと一回出しますか。はい、第31戦隊竹抜病だ。遅れるな。ね、こんな感じで、今本当にバカンスしてるなという格好なのでね、他の松型の子もこんな感じでなってくるんじゃないかなと思うと楽しみですね。左手にはなぜかおにぎり持ってます。なぜかな。あとは、搭載するね、装備の方ですけども、艦隊速度を向上させるために、新型高圧艦とタービンですね、これに換装します。なるほど。さすがね。ジョンストンも同様ですね。そしてサムだけはね、ちょっと特殊で、この子だけは、タービンの搭載するだけで高速にはなるんですけども、高速プラスにするためには、新型高圧艦を2つ装備してあげないとできないんで、ちょっとスロットルがね埋まっちゃいますけど、これで回避も驚異の134というね数字になってくれるので頼もしいでしょう。はい、ケージュンパース出撃します。みんな続いて行くわ。はい、今の進捗状況が、80% なので、あとね、最後この海域を、攻略できれば任務達成ということになりますので、行ってみましょう。ABDA 艦隊ケージュンパース抜病。みんなついてらっしゃい。今度は負けないわ。そんな、苦しい戦いをしている52型の中であっても、特にね活躍したというのはこの方ですね。トップエースの愛機は胴体後部に満開の桜を、冷戦で戦ったエースパイロットは、数多くいます。自己申告では202機、戦後の研究では80機を撃墜したとそうですね。イリアさんありがとうございます。コメントしてくれて感謝です。ゴジラ堪能してください。冷戦虎鉄こと岩本鉄道中尉が海軍トップエースとして目されます。操縦と射撃技術に秀でたのはもちろん、命中が難しかった3号爆弾、空中爆弾ですね。これによって撃墜記録を重ね、戦中から搭乗員の間でも名が知れ渡ります。昭和18年からラバウルで戦い、その時の、垂直尾翼に、53102の記された愛機冷戦52型の胴体には、岩本の手記によれば
撃墜マークとして70個の桜が描かれており、遠くからは機体の後部がピンクに見えたと、この岩本機を再現した模型がいくつも発売されていることから、その活躍も納得がいくと思われます。couldn't be better。まあ、そうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。水上規模艦千代田です。姉の千歳がいつも迷惑かけてないですか？さあ、ここからはね、後半部分なんだけど、よし、上がっていって、海上に霧が出てきました。天佑我にあり、敵白地に突入。ここはね、一応高速プラスにして電炭を1個以上装備していれば、最短ルートになるわけですけど、久しぶりに来たんですけどもね、結構逸れたりするんですよ。これでももう一本向こう側を行って、通過するのがね、よく見る光景だったんですが、今日はうまくいきましたね。ほいや。今だ。撃て。まあ、巡洋艦の構うことねえ。やっちまえ。逃がすな。撃て。まるで戦艦のように。おー、やられた。あーやられちゃったな。違うの。でもここまで来たらね、野戦で決着つけましょう。敵の雷撃にも注意せよ。今だ。突撃。撃て。couldn't be better。まあ、そうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。無事に第2バカンス艦隊も、攻略できましたね。超度級戦艦伊勢型の一番艦伊勢参ります。先ほどヒュンが師匠が出て、今度は伊勢と、順番で来てくれるのは嬉しいですね。それでは、任務達成しましたので、報酬の方いただいていきましょう。北方海域警備を実施せよですね。任務が達成できましたので、こちらの方からね、選んでいくんですけど、今日は、特注家具職人をね、選ばせていただきます。燃料弾薬500、特注家具職人、そして戦闘領主ですね。こちらはね、ネジに変換できる貴重なアイテムなので、きちんと持っておきたいですね。はい。ということでね、今日は出演域の方はこれで、完了ということで、それでは、いつも、やっている、今日は何の日コーナー、こちらをやらせていただきたいと思います。それでは準備いたしますので、ちょっとね、お待ちください。
はい、それではね、今日は7月31日ということで、今日は、こちらの紹介となります。はい、今日は、7月31日の、ビーチの日となっております。日付は、ビーチは波によって砂が形成され、浄化されることから、波がいい、波がいいというね、語呂合わせから、なが7、みが3、がいを1、かなり苦しいんですけど、731、7月31日ということになっております。まあね、私たち、日本は島国ですから、古来より海の恩恵を受けてきています。その海と陸地の境目であるビーチがね、通年で利用され、活性化につながるように、ビーチの大切さを多くの人に知ってもらうということも、大切なことなんじゃないかなというふうに思います。ビーチについて、ビーチとは英語では砂浜、浜辺のことを指します。潮の流れによって海から砂が運ばれて蓄積した海岸で海水浴などに適しています。サンゴに由来してできた砂浜は炭酸カルシウムを多く含み、白っぽいのが特徴です。歩くと音が鳴る砂浜もあるそうですね。また、海水浴客を集める思惑から、人工的に砂浜を作る場合があるそうです。最も有名なのが、ハワイのワイキキビーチで、本来はサンゴ礁の礁地であった場所に、カリフォルニア州から砂を運んで、白い砂の海岸を造成されたそうですね。私も昔ハワイにね行ったことがあります。はい、ワイキキビーチ真っ白でしたね。また、行ってみたいなと思う今日この頃なんですけど、砂浜、ビーチ、海水浴、やはりこの季節ならではのものだと思われます。ということで、今日は7月31日、ビーチの日を、お送りさせていただきました。いかがでしたでしょうか？皆さん、海水浴行ってらっしゃいますか？ということでね、今日は、北方警備の出撃任務をやらせていただきました。来週8月5日にね、アップデートが入る予定になっていますので、次回は、それ以降のね、配信になると思います。だいぶテンポよく任務もね、攻略できていますし、今月は戦果もね、すごい高いことになっているようなので、もしね、ランカー報酬狙っているという方は、あまりね、無理しないように、頑張ってくださいというふうに、思いまして、本日は、タモン丸のカンコレ、タモン丸です。無事に、任務も達成できましたので、今日は、これで失礼したいと思います。本日もね、見に来てくれて本当にありがとうございます。
少しでもね、いいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価ともにね、していただきまして、また次回の配信もぜひ見に来てください。それでは、これで失礼いたします。じゃあね。